今回の無駄遣いはこちら、新型 Xbox のコントローラーですね。天下のマイクロソフトです。メイドインチャイナなんですけどね。2020年11月発売のこの黒い箱なのですが、今回購入したのはこれです。なぜこれだけ買ったかっていうところなんですけど、まずゲーム機専用のコントローラーって非常に出来がいいんですよね。そして Xbox はマイクロソフト製なので Windows 10に標準で対応してます。値段的には6000以上するんで、そこそこの金額なんですが、耐久性を考えると全然お買い得ですね。付属品は電池と説明書のみで、USB ケーブルは別売りなので注意してください。普通のが使えます。 USB ケーブルは初期設定に必須になります。デザインは初代からほとんど変更ないと思います。また、商品名が旧型のコントローラーと全く一緒なので、買うときに間違って買わないように気をつけてください。また見た目も安物のコントローラーとそんなに変わらないんですけれども、ボタンを押した感じはやはり高級感があるんですよね。わかりますかね。このレバーを動かした時のしなやかさ。やはり今年のお正月はですね、ずっと家でゲームする人も多いかと思いますので、この一番手に触るところ、ここはちょっと大事にしたいですね。各種ボタンのクリックがカチ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 気持ちいいんですよね。これなら24時間程度は余裕で戦えそうな気がします。そしてこのコントローラーの素晴らしいところなんですけれども、なんと電池式です。電池の向きが分かりにくいところはマイナスポイントなんですけれども、この向きですね。この素晴らしさを分かりやすく説明しますと、まず充電池を用意します。ゲームをしていて電池がなくなったら電池を交換し、なくなった方を充電します。これで無限にゲームができるというわけです。素晴らしい。パソコンで使うためにはちょっと準備が必要で、 Windows を最新版にアップデートした上で、この Xbox アクセサリーというソフトをダウンロードします。あとはコントローラーを有線で接続するとアップデートが始まりますので、これでコントローラーのファームウェアをアップデートする必要があります。コントローラーをパソコンと無線で接続するためには Bluetooth 環境も必要です。今回はこちらの商品を使いました。もともとパソコンに Bluetooth が内蔵されている方はこれは必要ないです。同じものを使う方はこの説明書は読まずに投げ捨ててください。これのせいでだいぶめんどくさかったです。これが悪い例です。説明書通りにやると何をしてもつながらなくなります。こうなってしまったら説明書にあったソフトをアンインストールしてください。正しい方法はこのアダプターを USB 端子に挿すだけです。少し待てば勝手にドライバーがインストールされます。あとはコントローラーのしいたけボタンを押して上の Bluetooth ペアリングボタンを押せばしいたけマークが早く点滅します。最後に Bluetooth 機器の接続ですね。この画面から表示された Xbox コントローラーを選択すれば接続が完了です。このようにちょっと一手間ありますけれども、マイクロソフト公式で使えますとアナウンスしてますので、特に問題なく使えます。早速試してみましょう。こちらのゲームは2019年ゲームオブザイヤー赤狼ですね。難易度が高めのチャンバラアクションゲームとなりますが、最新のコントローラーを用意したので余裕でしょう。ワイプで手元の操作を映していますが、見ての通り全てのボタン問題なく反応しています。コントローラーの握り心地やボタンを押した感じは
申し分ないです。これなら24時間チャンバラできそうです。入力遅延なども全く感じることはありませんでした。どちらかというと自分自身の遅延が一番大きいです。この日初めて使ったコントローラーですけれども、私は全く違和感を感じませんでした。ただ手の大きさや形は人それぞれ違いますので、それぞれちょっと感想は違ってくるかと思います。このように手元の操作を見られるとなかなか恥ずかしいものがありまして、焦ってガチャガチャしてるのが丸見えなんですよね。先に言い訳すると非常に難しいゲームですので、死ぬこともありますよ。どのぐらい難しいかはぜひ買ってみて絶望してください。なおパソコンでゲームをやるためにはパソコンのスペックもそこそこ必要ですので、このコントローラーだけあってもゲームができるというわけではありません。いわゆるゲーミングパソコンというものが必要になります。参考までに私が使っているパソコンの主要スペックを説明しますと、 CPU が Ryzen 5 3500、 GPU が RTX2070 です。この2つの部品だけで Xbox 本体の値段を超えますので、ゲームしかやらないのであれば Xbox なりプレステ5なり買った方がいいと思います。どちらも現時点では売り切れておりますけれどもね。ゲームの方は最新のコントローラーを持ってもしてもですね、なかなかうまくいかず、この芦名源一郎にボコられています。ゲーム実況動画などを見ると簡単そうに見えるかもしれませんが、このゲーム本当に難しいので、ぜひやってボコられてみてください。この画面を何百回も見ることができると思います。最後に勝利した戦闘のハイライトを流しつつ注意事項なんですけれども、パソコンの仕様は各々違いますので、私と同じものを買ったからといって同じように動くかどうかは何とも言えないところがあります。またゲームによってもそもそもコントローラーに対応してないゲームも一部ありますので、それはご注意ください。あと見ての通り、いいコントローラーを使ったからといって上手くなるわけではありませんので、その辺もご留意ください。今年の年末年始は社会情勢もありまして、巣ごもりでゲームしていることも多いかと思いますので、この動画が少しでも参考になれば良いかと思います。ここまで散々、コントローラーとゲームの話ばっかりしてきましたけれども、このチャンネルはバイク関係の動画のチャンネルになっておりますので、よろしかったらチャンネル登録もしていってください。それではまた。